皆様こんにちは。地理学出身ジオラマ制作担当のアトリエモリジです。今回はいつもとちょっと趣向が異なります。2025年2月8日に開催されました東京ジオラマ展にインスタグラムでつながっているちんちくりんさんがわざわざ会いに来てくださったんです。インスタグラムを楽しまれている方はご存知の方も多いかもしれませんが、ちんちくりんさんはインスタグラムで秀逸な九州をテーマにしたジオラマを発表されています。イベントのご出店もないことから作品を取材させていただくことってなかなか難しいんですけど、なんとちんちくりんさんのご好意でわざわざご自宅のレイアウトとインスタグラムでもよくアップされている肥薩オレンジ鉄道のジオラマをこの動画のためにわざわざ撮影してくださいまして、このように動画化できる運びとなりました。とっても素敵な作品なので最後までお楽しみいただけましたら幸いです。この動画ではご自宅のレイアウトと肥薩オレンジ鉄道のジオラマをご紹介してまいります。ちんちくりんさんのインスタグラムアカウントを概要欄に貼りましたので皆様ぜひフォローされてください。ここからはご自宅レイアウトの走行シーンをご紹介します。先にレイアウトの各部分の詳細を知りたいっていう場合にはチャプターをご活用ください。この先走行シーンの終了まで音声解説なしでゆっくりお楽しみください。皆様迫力の走行シーンはいかがでしたでしょうか。ここからはこのレイアウトを細かくご案内してまいります。ですね、このご自宅のレイアウトはこの状態でまだ制作途中だそうで、ここからさらに制作を進めていかれるそうです。で、十分完成しているような、一部に空き地があったり車や人がいないのはこれから工作をされるそうです。レイアウトのサイズは畳1畳の大きさで、そこに大分県内の日豊本線の世界がギュッと凝縮されています。しかもこの作品は4分割できるそうで、収納も考慮された設計になっています。先日ご紹介いたしました3カーズさんのレイアウトも分割式でしたが、分割式のレイアウトは収納がしやすいしいいアイデアですよね。ちんちくりんさんに詳しい話を伺ったら、いやー深いかなり細やかな設定をされてました。このレイアウトは九州でよく見られる川の浸食作用で形成された昌平野を再現されているそうで、画面上が北になり画面下が南になります。川は東から西に向かって流れる設定で、水田が広がるだけでは楽しくないということで水田には段差をつけたそうです。そうなんです。この段差を段丘街に見立てて河岸段丘にして、河岸段丘といえば手前味噌で恐縮なんですけど、僕も河岸段丘のジオラマを作っているのでものすごく親近感を覚えてしまいます。レイアウト内には2面2線の駅が再現されていて、日豊本線の大分県内の単線区間をイメージされたという単線のエンドレスが敷かれています。情景は大きく2つに分かれていて、こちらは駅がある集落部分が再現されています。そしてこちらには水田地帯が再現されています。やっぱり地理学出身としてはこういう説明を伺うとニヤニヤしてしまいます。ちょうど中央部の低い山で2つの情景は仕切られていて、このようにしっかりと駅前の集落と水田地帯の情景が仕切られています。昨年にご紹介しましたボシさんのレイアウトも山で情景がうまく仕切られていました。こうやって地形で情景を分けるっていいですよね。このように視線を地上に下ろすと山のボリューム感が想像以上に出ていることがお分かりいただけますでしょうか。少し角度を変えた画像なんですけど、このように駅前集落の部分が低い山でうまく情景が仕切られています。神社のところもここ
こには石段がありますね。少し高いところに神社があるようです。こういう神社ってよく見かけますよね。もうニヤニヤです。そしてもっとニヤニヤなのが、こちらのお宅の脇の道をよく見ると坂道になってて、こっちから見ると台地が形成されているように見えるんですね。でその台地の上に駅前集落があるように見えて、これ関東平野の千葉県とか茨城県とかの台地が入り組んだ水田地帯でもよく見る光景じゃないですか。もうこれもうワクワクでした。平野と台地の境目を通る、勝手に台地にしちゃったんですけど、この道路レイアウト内のメイン道路になります。普通の生活道路にも見えるんですけど、県道の狭小区間でもありそうです。そうそう、険しい道って書くいわゆる県道ってやつですね。そう考えながらもう一度レイアウトを上空から見てみると、この道路から分岐して駅前を通って再び合流するこの道路、例えばこの交差点から駅まで、もしくは駅からここまでがなんとかかんとか停車場線とか、そんな感じの短距離県道にも見えてきますし、実はこの道路全体が県道の旧道になってて、県道指定が今は解除されてて、もしくはここの県道が番号変更されてなんとか停車場線になったみたいな、でこちらの道が原道として県道指定されてるみたいなことを勝手に想像してました。もうこのレイアウト見てるといろんなことが想像できるんですよ。想像力を含ませる作品ってすごくないですか？ってことで、この県道の謎はわざとあえてちんちくりんさんには質問してないです。先ほどの台地の集落の端のお宅です。この家は2つの顔があって、駅前集落の家でもありますが、このように水田側から見たら台地の集落の端の家にも見えるんです。水田は平野にあって家は台地にある。僕の実家は関東なんですけど、この光景実家の近所でよく見ます。いや観察力がすごいですよね。そしてやっぱり水流好きとしてはどうしても注目がいくのが側溝です。このように台地の坂は側溝に蓋がなくて、グレーチングを境に交差点が近いので側溝に蓋があるんです。この観察力と再現力がすごいですよね。しかもこのレイアウト初めて制作されたレイアウトだそうで、マジかって感じでした。ちょうどこの位置にボードの境目があって、パッと見ではそれがわからない絶妙な位置に境界がありました。このメインの道路の側溝をご覧ください。交差点の部分はグレーチングがあって、グレーチングと蓋のグラデーションありますよね。結構グレーチングだけにしがちなんですけど、芸が細かい。いやかっこいいですよね。今度僕もこのグレーチングと蓋のグラデーション挑戦してみます。そしてスピードの注意看板、田んぼの道ではよく見かけますよね。ちょっと道路のガードレールの形がここ違ってたので別画像を確認しました。やっぱりすげえわ。このガードレールのデザインが違ってる、白のガードレールに変わってるところ、グレーチングからの暗渠の排水が暗渠管から川に注いでいました。いや素晴らしいです。集落に戻ります。こちらの集落は平野部に集落が形成されていて、僕が見てきた光景ですと、そうですね、茨城県稲敷市とか千葉県香取市で見てきた光景とすっごく似ててニヤニヤでした。レイアウトの建物は全て九州の家々を参考に南向きで建てたそうです。近年建築された家にはこのようにエコキュートが再現されていて、それ以外の家にはこうしてプロパンガスが設置されています。様々な設定を想像するの楽しかったんだろうななんて思いながら、プロパンガスちゃんと表記が入ってるんですよ。僕はいつも省略してたんで、今後は、表記に挑戦していきたいと思います。皆様また側溝にご注目ください。道路は本来は集落の北側の駅に続く道が本線筋のようで、道幅が少し広いからか側溝には蓋がない状態で、交差点近くでこのように蓋がされていて、道幅が狭いのにそれなりの交通量があるこちらの道路は全体的に蓋がされています。そして何よりも注目がこのグレーチングです。このグレーチングの脇、道路の部分の色が違うのがお分かりいただけますか？そうなんです。これ暗渠になってて、雨水が川に合流するんです。もうニヤニヤですこれ。そしてここにはマンホール周りの舗装の違いが再現されていました。さっきは舗装の違いがありませんでしたが、もしやって思ってみたら、やっぱりここに排水が再現されています。その排水、道路のすぐ下になっていますね。いやーこれいいですね。この集落には3軒の民家が再現されています。建物はペーパー製で、青い屋根の家はキット組み立てで、それ以外のレイアウトの建物は一部を除いて自作されたそうです。
まだ工作途中とのことですが、すでにエアコン室外機や物干しがあって生活感を感じます。駐車場の違いの再現もいいですよね。これ一番右の近隣の家のコンクリートの叩きってこれよく見ますよね。そしてこの集落にはこのようにバス停がありました。バス停があるってことはやっぱりこちらが今は県道なのでしょうか。こちらのお宅の道路側には何やら看板が設置されています。地方行くとこういうの見ますよね。そして道路をこちらに移動していくと、ここにはバスがいて、バス停があります。こういうバス停ありますよね。そしてこちらの電柱にご注目です。電柱は九州電力管内で見られる電柱を何種類も再現されていて、こちらはそのうちの一つです。ちんちくりんさんは電柱へめっちゃこだわってらっしゃって、再現もすごくって、詳細はインスタグラムで細かくご紹介されていますので、ぜひぜひそちらをご参照ください。神社についてご案内します。レイアウトの中央付近にある神社ですが、南向きに設置されていて、鳥居の内側には石段があり、その石段を登った先に拝殿があります。本当は本殿と拝殿の双方を再現されたかったそうですが、場所の関係で断念されたそうです。鳥居の前には田んぼに続く小道が伸びていました。神社の前に川があるのは近くの神社で見られますので、とっても既視感でした。ここからはメイン情景の一つ、水田地帯をご案内します。いい雰囲気ですよね。個人的には茨城県の新利根川付近で見てきたとっても既視感のある光景で、ものすごい親近感が湧いてしまいました。この区間の線路は築堤になっているので、線路から水田地帯の方を撮影するとえらくかっこいいです。水田地帯の線路情景なんですけど、日本本線の立石駅から中山ヶ駅間の光景と神崎駅から佐州駅の間をイメージされたそうです。立石駅から中山ヶ駅の間にある三島神社は線路のそばに鳥居があるそうで、南南西の方角から神社を望むイメージをアレンジしながら再現されたそうです。こちらがストリートビューの画像になります。線路を築堤にして踏切を立体化してアレンジされています。道路と川の位置関係はアレンジして模型化されたそうですが、いい感じにまとまってますよね。この光景を一番に再現されたかったとおっしゃってました。そのアレンジして再現された鼓動橋なんですけど、いやいやこれすごくないですか。めっちゃリアルです。田んぼの中央には一本の山桜が植えられていました。この桜は銅線からの自作だそうです。伺ったら山桜にするか江戸彼岸にするか迷ったそうで、いやさすがにけーって思ってしまう設定の深さです。この山桜の脇の小屋、培養堂産のキットを使用して再現されたそうで、こういう風景よく見かけますよね。この山桜はちょうど段丘街のところにあって、段丘街の下には用水路が再現されていて、水田の取水が論理的に破綻しないように上位段丘面と下位段丘面のそれぞれに工夫しながら用水路を配置したそうです。そして全ての水路が川に流れるように作られたそうで、いやもうニヤニヤでした。水田地帯には踏切も再現されています。制限高さの標識周りですとかかっこいいです。踏板のデザインから年代も比較的近年が再現されていることが想像できます。遮断機は大動信号性をモデルにされたそうで、黄色とオレンジの色味の違いの再現にこだわったそうです。で、本当だ、これすごいですね。この踏切は点灯するそうで、マイクロ電子サービスさんのキットを使用されたそうです。夜景すっごくかっこいいんで、夜景のチャプターもお楽しみください。ちんちくりんさんは河川柱もすっごくリアルに再現されていて、僕は電気関連詳しくないので、ここからは教わった通りをそのままお伝えしますので、ご質問などございましたらちんちくりんさんのインスタグラムをフォローいただいて、そちらにご質問をされてください。レイアウト内の電化方式は交流電化で BT 起電方式を再現されたそうです。日豊本線では津久見変電所以北が BT 起電、津久見変電所以南が AT 起電だそうです。線路側の1線が起電線、外側の2線を高圧配線と想定して製作されたそうです。こちらはモチーフの一つの可動式ブラケットが旧式のデザインのものの河川柱になりまして、このように見事に模型化されています。この河川柱大好きなんでめっちゃかっこいいです。近年見られるようになった可動式ブラケットが最新式のタイプの河川柱もこのように再現されています。おそらくエポキシ返しと推測される茶色の返しも自作されたそうです。詳しくはインスタグラムをご参照ください。
駅部で見られるこちらのタイプの河川柱、個人的にこの河川柱大好きなんですけど、佐伯駅の取材画像だそうです。既製品では上部が板状になっているものが多いのですが、レイアウトの河川柱ちゃんと上部が抜けています。伺えばトミックス製品を真鍮などを使用して加工されたそうです。これいいですよね。先ほどの複線河川柱とは異なるデザインの単線用のものも再現されていました。これありますよね、九州に。マジで素晴らしいです。レイアウトの中央部を流れる川は画像手前の東から画像奥の西に向かって流れています。この川は宇佐市の向野川の情景をイメージしながら、モデルの地域の一つでもある神崎駅のそばを流れる子猫川をもじって子犬川と名付けたそうです。河床の勾配が急なために、河床の浸食による護岸の倒壊を防ぐために、レイアウトの上流側のこちらでは帯溝が再現されていて、下流のこちらには落差溝が再現されています。いやー、この違いちんちくりんさんから教えていただいて初めて知りました。九州ではよく見かけるので模型化されたそうです。いや、これはいいですよね。レイアウトのもう一つの主役がこちらの駅で、大分県の速水郡にあやかって速水駅と名付けて、駅舎は日豊本線の行橋駅や津久見駅の旧駅舎、佐世保線の廃棄駅の旧駅舎と、日豊本線の東別府駅、東中津駅の駅舎、そして大村線の大村駅の駅舎のイメージを複合的にまとめて再現されていて、正面入り口の右手にあるこの特徴ある窓周りは日田彦山線の西道所駅をアレンジして再現されたそうです。レイアウトのもう一つの主役がこちらの駅で、近年の JR 九州のバリアフリー工事を参考にホームのかさ上げとエレベーターを模型化して、日豊本線の木月駅のみんなのトイレという多目的トイレがここに模型化されています。またエレベーターまでの通路は通過線とは逆側に設置されているために、線路と反対側のここに再現されています。改札の外には駐輪場が再現されていて、そして公衆トイレとその入り口には駅周辺の案内看板があって、公衆電話、バス停が設置されていました。線路の廃線は肥薩オレンジ鉄道の水俣駅や阿久根駅を念頭に、もともとは2面3線の駅だったものが1線廃線になった姿が再現されていて、画面右手の島式ホームにあった3番線が廃線になったっていう設定で工作されたそうです。画面の右端が廃線になった3番線で、線路が切れてるのとバラストの色でパッと見でそれと分かります。いや、それにしてもこの信号機の後ろ姿めっちゃかっこいいんで、伺ったらグリーンマックス製品を使用されたそうです。そしてホームの停止位置目標の後ろ姿 CV ですよね。しかも編成両数に合わせて位置が違うのと、これ1番線2番線の両方に同じ向きに停止位置目標があるじゃないですか。伺ってみたら、日豊本線の臼杵駅や佐伯駅は上下線ともに1番線を使うことが多いらしくて、それを模型化されたそうです。いや、マジでリアルなんですけど、レイアウトでは2番線折り返し運用を中心に運用されているそうで、その点に関しては2番線がほとんど使用されていない佐伯駅とか、使用頻度が低い臼杵駅とは違ってるそうです。でも木月駅は2番線始発があるからっておっしゃってたんですけど、そういう運用を考えていくのも楽しいですよね。ホームのかさ上げの再現は何度もやり直しをされたそうで、ここのエレベーター周辺は最新の火災シーのない仕上げで再現されています。これ今度挑戦したいです。そしてよく見ればワンマン運転用のミラーもありますよね。こちらの2番線にもしっかりとミラーが設置されていました。ホームの屋根もご覧のように旧来からの屋根と近年に設置された屋根が作り分けられていて、こちらも柱以外はペーパーでのご自作だそうです。ホームの床表記もしっかりと再現されてます。素晴らしいですよね。883系の先頭あたりにフェンスがあるのがご覧いただけますか。これは今は使用しない部分を仕切ったもので、近年の JR 九州のホームでは実際の運用列車に合わせて未使用部分のホームをこのようにフェンスで仕切っているという姿を模型化されたそうです。こういうのいいですよね。こちらは駅の反対側になります。廃線になった3番線とかさ上げされた2番線の間に高低差があって柵が設置されていました。
出発信号もいい雰囲気でかっこいいんですけど、それぞれの停止位置目標もかっこよくないですか？ ATS の地上種も再現されていて、一番線もしっかりと作り込まれています。編集する時にも何度もズームを繰り返しちゃいました。そして安全側線もしっかりと再現されてて、ここに安全側線緊急防護装置もしっかりと再現されています。2番線に入線した 811 系です。めっちゃ駅の雰囲気とマッチしていることがお伝えできていると思います。今度は1番線に停車の813系です。撮影の方向が違うだけで全然違う雰囲気になってます。これは夜景も楽しみですよね。それではここからはレイアウトの夜景をお楽しみいただきます。夜景のシーンを音声解説なしでゆったりとお楽しみください。このレイアウトはおじいさまとおばあさまが九州にお住まいなので、馴染みがある日豊本線をメインにしながら九州をテーマに再現されたそうです。いや、実は僕も母が日豊本線出身だったりで、めっちゃ親近感を感じる素敵な作品でした。ここまでちんちくりんさんのご自宅のレイアウトをご案内いたしました。次に草津オレンジ鉄道のジオラマをご紹介してまいります。このジオラマは肥後二見から上田の浦間の第3船津踏切付近をモチーフに制作されたそうで、幅が 345mm、 奥行き 133mm のケースに再現されていて、ジオラマの正面には八代海が再現されています。踏切は本来は第1種踏切なんですけど、上田の浦駅の北側にある第4種踏切を参考にしながら、あえてジオラマは第4種踏切で模型化しているそうです。海の表現には100均のレジンを使用されていて、ここは水抜きでしょうか。こういう表現いいですよね。線路の脇にはこのように防潮堤が再現されています。ストリートビューで見ると現地もこんなイメージですよね。この肥薩オレンジ鉄道のジオラマもこだわりの河川柱が設置されていました。こういうこだわりが作品の随所に見られます。背景画が入るとジオラマが引き立ってくれます。ジオラマの裏側には道路が再現されていて、この道路ストリートビューで見たんですけど、めっちゃ狭いんですね。ここまで肥薩オレンジ鉄道の第3船津踏切ジオラマをご紹介してまいりました。この動画のためにわざわざ撮影をしてくださっただけでなく、様々に教えていただいたり画像をわざわざ用意していただいたちんちくりんさん、誠にありがとうございました。また皆様も最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。次回もまたお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ここでお知らせです。ジオラマ制作担当の私、アトリエ森次がオーダーメイドのジオラマ制作を始めました。詳しくは概要欄をご参照ください。